みんな大好き天気記号クイズ国際式編。理科のテストなんかでやるのは日本式なんですよね。気象予報士試験などはね、日本式は出題されないんですよ。ここから早速出題していきたいと思うんですが、まずはこちらになります。じゃーん。なんてシンプルな図が出てきたんでしょうか。はい、わかるかな？なんかこんな手書きのやつ。今日手書きなんです。今日 iPad 忘れちゃったから紙に書きました。さあどうでしょうかね。これ何でしょうか。いろいろコメント来てますが、問題数多いのでちょっとサクサク見ていくので、みんなね心の中で決めてください。あとコメント書いてこれじゃないかなって。結構みんな似たような答えが届いてるんじゃないかな。じゃあ1問目のでも答え見ちゃいます。答えはこれでした。じゃん。はい、こちら快晴雲量ゼロということで、こちら晴れともねまたちょっと違うんだよね、実はね。快晴って書いてくださった方、あと雲量ゼロ書いていただいた方も正解になります。おめでとうございます。天気の世界では雲の量、空の何割雲が広がって何割を雲が占めるかの割合に応じて天気って決められていて、そうこれは晴れとか曇りとかっていうのは雲の量を、判断して決められてるんですよ。晴れってね結構幅広くて、全天の8割以下雲に覆われている状態っていうのは晴れになるので、8割って結構曇りの感覚ない？だからね結構ね晴れはね広いんですよ。雲の量が9割以上だと曇り、雲の量が1割以下は快晴なんですよ。1割以下だから1割も入るわけね。ちょっと雲があったとしても快晴です。降水は伴いません。こういうね実はルールがねいろいろ細かく決められていたりするんだよね。そう8割あったらねみんな多分曇りって感じる方が多いんじゃないかな。2問目全問正解目指してください。こんなんあるんだ。何これ。お椀でしょ。お椀見たことある？これヒントとしてはある雲を表しています。雲です。お茶碗にしかでもねこの形をよく見て、雲を表す記号っていっぱいあるんだけど、これはよく表してるって思います。わかんねーって勘でもいいよ。なんか心の中で雲決めて。いろいろありますね。さあではこちらもヒントここまでにして答えを見ていきましょう。答えはこちらです。じゃーん。積乱雲になります。この上のお椀みたいなのがないパターンは積雲で、上のお椀があるもうお椀って呼んでるけども積乱雲なんですよ。記号もなんか成長しているその雲の様子を表してて、ウェザーロイドはね特に覚えやすい記号だなって思ってます。上がなんかほら金床みたいになってるじゃん。ほら上のね対流圏のところにぶつかるとねこれ以上登れないって広がってくるんですよ。こうね成長してるよねこの積乱雲ね。さあこんな形でなんとなくイメージしてみてください。そしてお次見ていきましょう。じゃん。何これ。これもじゃあヒント出していこうかな。これも実はある雲を表しています。で先ほどの積乱雲という答え見てなんとなくイメージ湧いていると思うんですけれども、十種雲形と呼ばれる雲をですね形とか高さで10種類に分けた、それで表してるんですよ。シンプルすぎるよね。雲それでは答え見ていくよ。答え見ていきましょう。じゃん。巻雲でした。巻雲はですね上層雲ですね。空高いところに広がる薄雲なんですね。雨を降らせる雲ではありません。悪さする雲じゃないんですけれども、秋にね結構見られる綺麗でね人気の高い雲ですよ。巻雲出てる時はきっとこの番組でもリポートなどでキャスターがねこれ巻雲って言うんですよって教えてくれると思うので、毎日見てたらこの番組でも出会うかもね。正解の人結構いたね。どんどんいくよ。ここまで全問正解の人まだいるかな。むずいよね。さあではお次も見ていきましょう。じゃーん。味あるね。これ手書きだからさ紙に書いたこの味お楽しみください。
三毛猫。そんな可愛い記号あったらいいね。嬉しいね。アプリだ。アプリウェザーニュース左下に3本ラインのメニューボタンがございますってキャスターがみんな言うよね。あれだね。完全にあれじゃん。一応ね、天気記号なのでちょっと違います。もう正解にしたいけどね。なんかいい感じのヒント。どっちかっていうとなんか現象かな。これがね、2本バージョンもあるんよ。2本バージョンもあるし3本バージョンもある。何の違いなのかな。虹とかの記号あったら可愛いね。では答え見ていきましょうか。結構これは難しいみたい。こちらです。じゃーん。実はね、これで霧を表すんだよ。これ分かった方でもさっきいたよね。コメントね、今ね、ニコ生 YouTube 見てるんだけど、結構合ってる方いたので、詳しい方結構紛れてるね。これね、定義むずい。霧または氷霧、空を透視できない、観測時前1時間内、変化なかった。定義的にはね、いろいろ難しく言ってるんですけれども、微小な浮遊水滴によって視程が1キロ未満の状態のことを霧って言うんだよね。で、視程っていうのはこの水平方向の見通しのこと。そう、見通しが1キロ未満の状態の時を霧っていうの。1キロ以上ある時っていうのはもやと呼びます。その2本の場合はもやです。3本だと霧。お次見ていきましょう。じゃん。これはなんか動物の鼻と口感あるね。これでもね、それぞれこの丸い部分とこのお米みたいなマークのそれぞれの単体の記号があるんですよ。それが混ざってる状態。動物の鼻と口に見えないウェザーロイドはなんかキツネみたいだなって。ネズミの口、ちょっと腕がちょっとみんな考えといて、みんな自習みんな考えといてね。ウェザーロイド先生はちょっと今ちょっとおかしい、手が離せないんで、みぞれかな。ごまちゃん初日の出。初日の出みたいだね。初日の出の天気記号って使い道ほとんどないね。ほとんどないけど、1年に1回だけど、でも出てきたら嬉しいね。何かな。雪と何かとか来てますね。では答え見ていきましょう。答えはこれでした。じゃん。みぞれ。そう、このね、黒い丸で雨の意味があって、この米印みたいので雪の意味があって、雪と雨が混ざっているっていうか、みぞれだよね。そうなんですよ。みぞれを表しても雨と雪が混ざったような状態のことをね、言うんですよね。なんで単体で覚えている方はもしかしたらなんとなくなんか混ざってるっていうことはみぞれかなって、さっき正解の方いらっしゃいましたね。みぞれっていうのはね、雪と雨が混ざった状態なんですよ。時々ね、みぞれ混じりの雪ですってご報告いただくことがあるんですけど、みぞれ混じりではなく、雨混じりの雪なんですよね、実は。試験とかではそこに間違えると減点対象になるのでお気をつけください。定義が結構ね、小難しくあるんだよね。そして次見ていきましょうか。難しいよね。さっきのヒントじゃない ?1 個前のこれはね、今日の一番の難問です。一番の難問だし、これ本当に分かんなくていい。これは分かんなくていい。なんとなくこういう系なのかなが分かればいい。気象予報士試験を受ける方は出ます。出ることがあります。それでは答え見ていきましょう。答えはこれでした。じゃんじゃーん。強い雪、やみ間なし。もう雪でいいじゃんね。雪にも実はね、いっぱいあるんだよ。いろいろなその雪のね、なんかやみ間があるとかないとか、強いとか弱いとか、雪を表す記号っていうのが出題されていて、これはその強い雪、観測時間前1時間内にやみ間がなかった。これもね、実は気象予報士試験受ける方は覚えなきゃいけない記号の一つだったりする。めっちゃ雪はもう正解だよ。ここまで全部正解してる方いる？さすがに難しい。なんとな
意味はわかるよっていう方はね、結構いるんじゃないかなと。最後から2番目の問題です。これいきましょう。これ。これはもう梅干しのおにぎりでいいですかみんな。梅干しのおにぎりだと思うんだけど、梅干し入ってるもんね、これね。おにぎり食べると美味しいよっていう、そういう天気なんじゃないかなって思いますが。美味しそう。こういうのもあるんだね。では行きましょう。答えはこれでした。じゃん、豆腐でした。少し前にウェザーニュースライブでも結構ね、豆腐の解説あった日があるんだけど、どうでしょうか、正解できるかどうかは別だよね。豆腐っていうのは氷が雨のように降る現象のことで、初めは雪や氷、あられと同じように凍った粒で落ちてくるんですが、途中に暖かい空気があると一旦溶けて水滴になるんですよね。地上付近で再び凍って氷の粒として地上に降ってくるものを言います。一旦溶けたものが再び凍りつくという過程でできるので、透明または半透明の粒になるので結構綺麗なんですけど、スリップなどに気をつけなければいけないという現象です。難しいね。難しい、問題と。さあ、そして最終問題です。これ一番難しいよ。これはね、テキストとか出てこないんでね。じゃん。これはね、ウェザーロ式天気記号です。これはもう勉強してきた方にとっても初めて出会う記号だと思うんですよね、これね。何でしょうかね、これね。クリスマス。これ何でしょうかね。さあ、これは何でしょうかね。さあ、答えいきますよ。答えはこれでした。じゃん。花粉です。以上です。ありがとうございました。これ試験に出たら笑っちゃうね。出てほしいね、8月の試験でね。みんな全部正解したよっているかな、一人でもいるかな。面白かったよって言ってもらえたらまたやりたいなって思います。では、みんな大好き天気記号クイズでした。